ペンギンの皆さんこんにちは。ペンギンです。ややこしいな。デザインフェスタ47、たくさんの方に来ていただけて本当に嬉しかったです。大感謝です。いつも動画見てますという方もたくさんいらして、毎度のことながら本当に見てる人いるんだな、って不思議な気持ちになりました。そりゃ再生はされてるんだから、どなたかは見てるでしょうね。一番新鮮だったのは、小学生くらいの子たちも結構このチャンネル見てくれてるらしいってことなんですよ。私の手元には13歳以上の統計しか出ないので盲点でした。親御さんのパソコンかスマホで見てる感じですかね。いよいよ下手なことは言えなくなりましたよあなた。じゃあ、チンチンっていうのもアウトかな？チンチンはアウトです。しかし今回も、色々な方が来てくださいました。差し入れもいただいたし、ファンレターやニコちゃんのぬいぐるみまでくださる方もいたのであります。嬉しすぎ、ネットの片隅でこそこそやってるつもりだったのだけど、自分が皆さんにとってどういう存在なのか、以前より少しだけですが分かったような気がしました。これからはもうちょっとちゃんと動画作るね。今までの動画は何だったんですかね。さて、デザフェスも終わったので松村は8月まで、お絵かきニート生活に戻るわけだけど何か質問ある？あれ ?5 月って最後の土日にもう1個イベントなかったっけ？ああ、札幌モノビレッジね。本当は今年も出る予定だったんだけど、出店料の払い忘れというボンミスにより今回は不参加になりました。しくじり方が初歩的すぎる。でも結果的にはこれで良かったんですよ。デザフェスが好調だったおかげで在庫もありませんし、松村の体力的にも今月はもう限界かなという。ですので、8月までの3ヶ月間、松村は再びお絵かき配信と動画投稿の日々に戻ります。横目でチラチラ見ていく感じでよろしく。で、8月のイベントなんですけどね。なんと1月で3つあります。飛行機は全部で8フライト乗ることになります。大丈夫？体ちぎれるんじゃない？ちぎれませんよ。でも、暑さに弱いスタンダード釧路人の松村からすれば、8月にこれは確かに不安はあるんです。でも、イベントのバランスはいいんです。ライペ、即売会、ライペの順番なので、一応お絵かき体力は持つんでないかなと思うっす。まず、京都のバックスが在でライペ。これは私ともう2人ライパーを呼んでの、3人同時のコラボライブペイントです。どんな絵になるかは全くわからない。コラボメンバーは、西垣義孝さんと、ともあきさん。どっちもショートか取っちゃう感じのゴリゴリのアーティストです。実際このお話いただいてお二方の絵を見たとき、私はこう思いましたよ。やべえ、ゴリゴリの人出てきおった。ゴリゴリってなんだよゴリゴリって。ちなみに今回は、モノクロ限定お絵かきになる予定。黒という色の持つ可能性を最大限に引き出す的なあれですよあれ。加えてこれ、私にとっては関西でのイベント自体が初めてなので、関西勢、西日本勢のペンギンさんたちに会えることを今から楽しみにしてるでやんす。夏休み楽しみにしてて。で、8月2つ目のイベントがコミティア125。一応このタイミングで、松村のバンドでシネ3作目を発表する三段ではオルです。このイベントは販売オンリーなので、体力的にはむしろイージーな方かなと思うです。まあ、真夏の東京の暑さはきつそうですが、3作目では、私ペンギンが世界から色の元を奪った経緯を、いよいよ描き出していこうと思うです。なんか思ったより長い話になりそうだけど、大丈夫かな？というか、結局にこの度はシリーズ化しているんですかね？短編集だと聞いていたのですが。実際にはオムニバス形式の短編集だと思いますが、巻を追うにつれて、世界の謎が少しずつ解明されたり、うっすら伏線を回収していったりする予定なのです。それなりに物語の大筋っぽいものは頭にありますが、あまり壮大になると松村の手にも負えなくなりますから、まずは短編を重ねて、世界をゆっくり描きたいですね。要するに、絵を描いてる時と同じ感じでストーリーも、少しずつ作っていくという雰囲気でいきたいんですね。そうそう。そのあたりは本当に、個人でやらせてもらっているから実現できるペースかなと思うです。なんというか、活かされてるなーって思うでした。マジでこの2個の旅、どんな風になるのかわからない。途中でタイトルが変わるのか、同じタイトルのまま10巻くらい続けるのか、無事終わるのかさえ怪しい。でも思うのは、ちゃんと年単位で時間をかけて、松村の感じる最強の世界を描いてみたい。生涯かけてフルタイムで、何が出てくるか私自身が目の当たりにしたい。まあそんなわけで、ニコの旅はちょっと長い旅になるんでないかなと現段階では思うのです。気長に見守っていただけたらなと思うっす。そして8月最後に、稚内アートフェスティバル。なんとここで松村、過去最大面積のライブペイントに挑戦するわけなのであります。高さ3600、幅5400。デザフェスより高さがかなりあるので、脚立ちゃんを使ってのお絵描きですね。その通りです。松村、その規模のライペはマジで初体験なので、もっと大きい筆を持っていくとか工夫をしなきゃなぁとふんわり思ってます。稚内は北海道最北端の町だけど、このライペのすぐ横で3万人規模のマルシェが開催されるので、集客もバッチリって寸法よ。ただ、釧路から稚内の直通便とかはないので、釧路、新千歳、稚内と飛行機を乗り継ぐわけなんす。飛行機苦手だからぜひ勘弁してほしいんだけど、まあそんなわけでね。松村は8月のお絵かき様を、巨大ライブペイントでもって締めくくろうって腹積もりなわけなんです。右手が持つことを祈ります。
今はっと気づいて計算し直したんだけど、釧路から京都って飛行機乗り継ぎあるから、結局8月はフライト8回じゃなくて10回でしたわ。これは疲労から。さて気を取り直して、マシュマロも100兆個くらい来てるのでどんどんしばいていくやでおま。おすすめのバイト教えてください。松村はバイト経験ないんです。大学時代は特に、学業とサークルでそれどころじゃなかったです。いつもこっそり応援してます。ありがとやで。宿題より絵の方がはかどっています。どうしましょう？お絵描き方面に進路を決めてしまえば解決です。職業訓練だとすれば、邪魔する権利は誰にもないぞ。絵が上達している気がしません。上達というのは、実感しにくいのが普通です。植物の成長する速さが、肉眼ではわからないのと同じ。本物の成長というのはゆっくりで穏やかなものです。焦らないで、ちょっとずつ育ってください。ナイジェリア出身ですか？北海道です。絵を描いてる時どんな気持ち？基本的には、足りないという気持ちで描いています。それがなくなった時が絵の完成です。もぐもぐ。ふわ？彼女できたら報告してください。ペンギンちゃんは何という種類のペンギンですか？モノクロペンギンというペンギンです。詳細はこれから考えます。バンドでシネと漫画で揺れています。前者は作画に時間がかかりすぎる気がして漫画の方がいいのかなと浮気したりします。作ってください。制作に時間がかかるのも、バンドでシネの醍醐味だと納得するしかないです。バンドでシネは作家によっては、2、3年にやっと1巻出るというリズムです。日本の漫画とは随分リズムが違うわけです。いつかご自身の納得できるスピードが見つかることを願っています。焦らないでほしいとは思うですぞ。絵が上手いとモテるんですか？モテねえよ。松村に聞く質問ではなかったな。効率のいい絵の練習の仕方ってありますか？効率というよりは、何か絵が思いついたら後回しにしない方がいいかなと思います。Twitter で絵のヒントになりそうな画像を見つけた時に、サボって後でってしないで、なるべくすぐ使う。なんかひらめいた時に、面倒くさがらないでちゃんと筆を取ること。結局それが一番効率がいいと思うです。デザフェスの松村さんの写真撮ったのって彼女さんですか？その辺歩いてたおっさんに手伝わせました。しかし、これからライペの規模も大きくなると、彼女というかアシスタントが欲しいというのは正直あるな。日当出したら誰か来てくれないかな。絵を描いていてよかったなと思ったことはありますか？ありますよ。皆さんと出会えたことですかね。結構マシュマロ食べましたね。まだ食べれてないのもあるけど、どしどしマシュマロ送ってきてくれやで。あ、ちなみにこの度2の受注販売を、本日から開始いたしました。受注生産なので納品に時間かかりますが、よろしくです。ブースの倉庫発送システムの都合で、送料が自動で設定されてしまいちょっと高めだったりします。ご不便をおかけして申し訳ないです。ぼっち談義するね。唐突すぎるぞこいつ。ぼっちというか、今回は松村の高校生の頃の話をしようと思うです。そう、地元の自称進学校に通っていた、あの頃の話を、松村は不良と関わりたくないという程度の理由で、地元では一番の進学校に進んだよ。中学での成績は良かったので、割とすんなり入ることができたんだ。基本的にはいい学校でした。でも、いわゆる進学校にありがちな、成績イコール人間としての価値、みたいな風潮がちょっとあったよ。松村はそこに加担した側だった。プライドも志望大学も高いけど、肝心の成績がついてきてない、自称進学校によくいる意識高い系クズ。これが松村の3年間の基本的なポジションでした。今思えば無理もなかった。当時の松村は、誇れるものがテストの成績くらいしかなかったんです。絵も歌も好きだったけど、どれも中途半端だと感じていたんです。初めて数字でちゃんと一番を取ったのが、中学校のテストでした。何をやっても半端な私が、何かやっと胸を張れる気がした。しかしそこからこじれた。松村はいつの間にか、成績の悪い人を見下し、成績のいい人に嫉妬する人間になってしまったんです。そこへ受験のストレスも重なり、心の余裕もなくなった。ただただ、勉強ができるふりをするのに忙しかった。何かが間違っていると感じた。でもやめられなかった。学力も半端なんだとどうしても認めたくなかった。結局松村は、人間としてはずっとそんな調子でした。ますます自分勝手な行動も増え、友達も減りました。ただただ高校生活が早く終わることを願っていました。もしかしたら動画を見てくれている方の中には、これから受験勉強が始まる人もいると思う。進学校にまさに今通っている人もいると思う。松村からお願いがあるとすればこうなります。勉強できるから偉い、できないからダメだ、という極端な見解に、どうか陥らないでほしい。自分が楽しく頑張れる範囲で、明るくトライしてほしい。なぜなら、勉強は一生続くから。世界の状況は、受験の後もずっと変わり続けるからです。どうか勉強というものにネガティブなイメージを持ったまま、卒業しないでほしいんです。受験戦争という言葉を作った大人の罪は重い。知ってますか？元素記号を漢字表記で書くとめっちゃかっこいいんですよ。学校ではやらないことだけど、勉強面白いっていうのはそういうことなんです。競争ばっかりの日本社会で大変だけど、どうか明るいエネルギーで健全に教養を身につけていってほしい。松村はこっそりそう願っています。しくじり先生かな？さて、
今回はデザフェスの報告とマシュマロ返しが中心になりました。いかがでしたかうさぎさん、ちょびっとでもいいからお絵描き講座してくれって、ついにデザフェスで面と向かって言われてしまったのでね、今回はイベント抜けですからひとまずいいとして、次回からちょこちょこと講座的なのを再開してもいいんでないかと思います。講座だけ別動画でも何でもいいので、投稿頻度増やしてください。全書します。実況ペンギン、解説うさぎでお送りしました。また見てね。